回はバッテリーの容量テストなどに使うため電子負荷を探していたところ、 Amazon でこんなものを見つけました。まず、電子負荷って何という方もいると思いますので簡単に説明します。 DC 電源や安定化電源というものは聞いたことがある方は多いと思います。こちらは任意の電圧を供給する装置ですが、電子負荷はこの逆で、電源やバッテリーから電圧を供給されるものを模擬する装置になります。例えばこのように左側のパワーサプライが乾電池とすると、右側のエレクトロニックロードが LED のライトという形になります。この LED ライトを電子負荷で置き換えて実験する装置になります。電子負荷は任意の電流を流すことができますので、この電源がどのぐらいの電流を流せるのか、バッテリーがどのぐらい流し続けられるのかを確認することができるのです。実験用に使える電子負荷というと、どうしても高額な機器を考えていましたが、数千円で手軽に使える電子負荷があったとは今まで知りませんでした。ただ容量は 35W までしか使えませんので、12V のバッテリーだと 2.8A ぐらいまでですが、電子工作で確認するレベルであれば十分と思います。この電子負荷の仕様を載せておきます。この仕様を見る限りでは、12V ぐらいまでのリチウムイオンバッテリーやバイクのバッテリーなどを放電試験できそうです。この電子負荷確認用に18650のリチウムイオンバッテリーホルダーを接続しています。電子負荷の電源は 12V の AC アダプターを接続できるようにしました。接続の仕方は端子台にケーブルを挿してネジで固定するだけです。左上の端子台が電子負荷の電源入力です。右上の端子台には放電するバッテリーを接続します。どちらも極性があるので注意しましょう。電子負荷に電源が入りました。 LVP が点滅してますね。 LVP は低電圧保護なので、リチウムイオンが入っていないからですかね。電池を入れただけだとダメみたいなのでスイッチを押してみます。正常に戻りました。一安心です。上に出ている電圧がバッテリーの電圧で、下の表示はスイッチ操作で変わるみたいです。上のボリュームのスイッチを押すと表示が変わっていくようです。これが放電電流の設定です。これが消費容量の表示です。これは放電容量の表示です。これは放電時間の表示です。これで消費電流の設定に戻りましたね。下の黄色いスイッチで負荷をオフします。またボリュームのスイッチを長押しすると保護機能の設定に入ります。この保護機能の設定で変更して使いそうなのは LVP です。バッテリーには終止電圧があり、この電圧になったら負荷を止める必要があります。そのため負荷をかけるバッテリーにより変更する必要があります。ボリュームを回すと負荷電流を変更できます。使い方は難しくないようですが、取説などは中華あるあるで付属していませんので、電子負荷を知らない人にはちょっと難しいですかね。これだけだと放電後に容量を確認するしかできませんが、ネットを調べているとすごいことが分かりました。もともとここにシリアル通信の端子があるなと思ってはいたのですが、もしかすると放電時のログが取れるのか。さらに調べるとこのようなサイトも見つけました。なんとログの取れるソフトがある。ラッキーです。グラフ化されて分かりやすいですよね。早速ダウンロードして動かしてみました。ダウンロードはプログラムの中にあるエレクトロニックロードの圧縮ファイルをダウンロードします。解凍すると中には実行ファイルがありますので起動します。その前に PC と電子負荷を物理的につながないとダメですね。今時の PC はシリアルポートもついていないので、手持ちのこちらを使いました。秋月電子さんで販売しているシリアル変換モジュールです。こちらは USB 接続の仮想シリアルポートです。レベルは TTL レベルなので問題なく接続できるはずです。グランドと TXD と RXD を接続します。RX と TX はクロス接続です。このモジュールを PC に接続し問題なければコムポートが認識できます。詳しくは
秋月電子さんの取扱説明書を確認してください。こちらも使い方がわからないですが、まずはシリアルポートを設定するのかなと。しかし何をやっても通信エラーとなります。このソフト使えている方いますかね。使い方わかる方教えてもらえると助かります。で、このままでは終わってしまうので、ターミナルソフトで通信できないか確認してみました。この間にトリセツもダウンロードできました。ここにコマンドも書かれていましたので、ターミナルソフトから送信してみようと思います。ターミナルソフトはテラタームを使いました。まずシリアルポートの設定をします。ポートは接続されているゴムポートを選択し、他は電子負荷の設定に合わせます。次に端末の設定をします。開業コードとローカルエコーを修正しておきます。設定はこれで大丈夫なので、コマンドを送信できれば OK なはずです。テラタームはキーボードで打ち込んだ文字が1文字ずつ送信されるようなので、ファイル送信の機能を使いました。例えば、リードを電子負荷に送りたいときには、テキストファイルを作って、中にリードと書き保存しておきます。ファイル送信で、このファイルを選択し、送信します。ちゃんと電子負荷から応答が返ってきました。通信機能は生きていましたね。次に負荷のログ送信をスタートさせてみましょう。スタートと書いたファイルを送信します。ちゃんと電圧、電流、放電容量、時間を定期的に開始してきますね。テラタームの機能でログを取ることもできますので、後から Excel などに取り込んでグラフ化もできそうですね。一旦ストップのコマンドを送信して止めてみます。電子負荷側からダウンの文字が返されるようですが、この意味が不明ですね。負荷を動作させてみましょう。オンを送信します。電子負荷を見ると負荷電流は流れているのですが、またしてもダウンが返されています。もしかすると先ほどのソフトも期待値が返ってこないのでエラーになっていたのかもしれません。このままではソフトの使い勝手は悪いので、いずれ何か方法を考えたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今後もこのような電子工作や鉄道模型に関しての動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。